左足をこっちに持ってきて、両手でこの左足、お腹にぐーっとつけましょう。左のお尻が伸びてくる感覚あれば OK です。この見た感じ、僕とちょっと違うポーズになってたとしても、左のお尻伸びてればそれで OK です。足を手前に持ってくれば、強度が弱まります。逆に自分の体の方に近づければ、より伸びてきます。なるべく姿勢正しておきましょう。で、呼吸止めないようにして、肩ね、こう変な力入りすぎないように意識をしましょう。OK。そしたら、足伸ばして、手は後ろにつきましょう。じゃあまずこの左足を、こんな感じで大きく外回ししていきます。時計回りですね。ゆっくり大きく回しましょう。スピードは重要ではないです。普段動かさない範囲で大きく回しましょう。で、股関節ゴリゴリなるよって方は、痛みがなければそのまま大きく回して OK です。痛みがあれば、ゆっくり小さく痛みがない範囲で回していきましょう。スピードよりも大切なのは普段動かさない範囲で大きく回すことです。さらに余裕があれば手を床から離すと体幹トレーニングしながら股関節ストレッチができちゃいます。OK。次逆足いきます。手床についておいていいですからね。右股関節大きく外にこんな感じで回していきます。時計回りと反対、反時計回りで大きく回していきましょう。ゆっくり大きく回します。呼吸は止めないようにしましょう。これもスピード重視ではないです。痛みがある方は痛みない範囲で、痛みなければゆっくり大きく回しましょう。余裕がある人は手を床から離してやってみると腹筋に効きます。きつい。これはきつい。きつい。よっしゃ、OK。次は右足伸ばしておきましょう。で、右足の方に向かって体を倒します。右の裏もも、膝の裏のあたり伸びてくれば OK です。余裕があれば手でつま先掴んじゃいましょう。ただ膝曲がらないようにしっかり伸ばしましょう。きついよーって人はこんな感じでも全然 OK。何の問題もないです。膝の裏もも伸ばすことが目的です。手でつま先触ることが目的ではありません。裏もも、膝の裏伸びてればそれで十分 OK です。呼吸は止めないようにして、肩ね、こう変な力入りすぎないようにしましょう。OK。次、逆足いきます。左足を伸ばして、左足の方に向かって体を倒します。左の裏もも、膝の裏伸びてれば OK です。余裕があれば手でつま先触りましょう。伸びてますかね、裏もも、膝の裏。で、肩力入れすぎずに呼吸止めないようにしましょう。本当にどうでもいいんですけど、すいません。朝ですね、僕が怪我してる膝に娘に絆創膏を勝手に貼られたのを剥がすの忘れてました。めちゃめちゃ恥ずかしいですね、これちょっと。すいません。どうでもいいですね、ごめんなさい。よし、OK。次の種目いきます。じゃあ、あぐらとか正座とか長座とか楽な体勢で座りましょう。で、右手、右肘、床について、左手万歳しましょう。左の脇腹、脇の下、この辺り伸びれば OK です。で、指先遠くに向かってぐーっと伸ばすと、脇腹、脇の下、より伸びてきます。斜め前に倒したり、真横に倒したり、こうしたら伸びるなーって位置を探してみましょう。あぐらがきつい方、なんかこうやって女の子座りみたいにしたりとか、もしくは正座してもいいです。ここ伸びてれば OK。こうやってね、反対に左のお尻が床から浮いても問題ないです。脇腹、脇の下伸びればそれで OK です。よし、OK。逆側行きましょう。左手、左肘、床ついて、右手万歳しましょう。脇腹、脇の下伸びますか？指先なるべく遠くに向かってぐーっと伸ばす。斜め前倒したり、真横倒したりとか、自分がね、楽な方向に倒せば OK です。呼吸は止めないようにしましょう。これ広背筋っていう筋肉なんですが、骨盤からこの腕、二の腕あたりにかけてついているので、長座体前屈前に進むにはすごい重要な筋肉です。腰痛の方とかはね、こうやって伸ばしてあげるとかなり楽になると思います。OK。そしたら次、もう一回右足を伸ばします。で、なるべく股関節、
開いておきましょう。そのまま体真正面に倒しましょう。右の内ももを伸びてくる感じがあれば OK です。で、体前に倒すと、つま先がこうやって前倒れてくると思うんですが、なるべくつま先真上向けておくと、より内ももが伸びてきます。ただ、硬い方はどうしてもつま先前に倒れちゃうと思います。それでも OK です。内もも伸びてれば OK。余裕があればどんどん前倒れていきましょう。逆に余裕ない方は、これぐらいでも全然 OK。内もも伸びてればそれで目的達成です。よし、OK。逆足行きましょう。左足伸ばして、股関節、なるべく広げる。で、その状態で体真正面に倒していきましょう。左の内もも伸びれば OK です。つま先がなるべく真上向いてるといいです。ただ、つま先真上向けることが目的ではないです。内ももが伸びてれば、それで OK。で、最近よくベッドでやった方がいいの、ヨガマットでやった方がいいのっていう質問をいただくんですが、僕の考えは、皆さんが習慣化しやすい方、毎日の習慣に組み込みやすい方でいいです。だから正直ベッドの方がね、準備がいらないので、僕個人的にはおすすめです。よし、OK。次はですね、二の腕のストレッチやっていきます。右手を上げて、左手で右肘を掴んで、こっち、左にぐーっと体を倒します。右の二の腕、脇腹伸びれば OK です。で、余裕がある人は、この右手で肩甲骨触ってあげると、より伸びてきます。体を左に倒すと、より脇腹、脇の下、伸びてくると思います。ただ、肩腰、痛い方、痛みがない範囲で OK です。脇腹、脇の下、伸ばすことが目的です。呼吸は止めないようにしましょう。で、もしね、この動画きついよって人は再生速度調整したりとか、ところどころサボっても OK です。よし、OK。次、左手上げて、右手で左肘掴みます。ちょっと右にぐーっと体を倒すと、左の脇腹、脇の下伸びてくると思います。で、余裕があれば、左手で肩甲骨を触ってあげると、より伸びてきます。もっと体を右に倒すと、脇腹の方までね、伸びてくると思います。呼吸を止めないようにしましょう。きついな。肩腰痛い方は絶対無理しないでくださいね。途中でサボってもいいし、一回再生止めて、水分補給したりしてもいいです。よし、OK。次は、もう一回右足伸ばして、股関節なるべく広げましょう。で、このまま体真正面に倒して、つま先を真上向ける、倒す、真上向ける、倒す。これを繰り返していきましょう。股関節付け根からしっかり外ねじりするイメージ。ねじる。こっからねじる。つま先上向けて倒す。上半身はなるべくこうやって寝かせておくときついです。内もも伸びる感じあればそれで OK。呼吸は止めないで、変な風にね、肩こんな風に力入らないようにしましょう。きついな。よし、OK。これで次、左足伸ばします。でなるべく股関節開いた状態で、体を真正面に倒す。で、つま先倒す、真上向ける。倒す、真上向ける。この左の内もも伸ばすことが目的です。体はなるべく前に倒した方が効果的ですが、きつい方はこれぐらいでも十分 OK。伸びますよね、内もも。結構僕のおすすめのサボり方はですね、各種目の最後の10秒をサボるとかなり楽になります。で、なんかこうサボらず完璧にやることよりも、もうこの習慣化することが圧倒的に大事なので、僕はもうね、サボりをね、どんどん推奨してます。よし、OK。そしたらもう一回足伸ばして、手は後ろにつきましょう。で、左足、股関節こうやって回すんですが、さっきと逆です。内回し、左足を、時計回りと反対、反時計回りに回してます。伝わりますかね。ゆっくり大きく回す。これもゴリゴリなる方、痛みがなければ大きく回して OK です。痛みがある方は、ゆっくり小さく、痛みない範囲で回していきましょう。普段動かさない範囲で大きく回すことが目的です。股関節痛みある方絶対無理しないでくださいね。ゆっくり大きく。OK。皆さんついてきてますか？逆足いきますよ。右の足、股関節こうやって内回し。
今度は時計回りに回してます。大きく回しましょう。痛みある方、痛みない範囲で OK です。で、これ皆さんからよく質問いただくのが、エアコンつけたままやっていいですかって最近質問いただくんですが、エアコンつけたままやってもちろん OK です。ただやっぱホットヨガとかね、そういうのがあるぐらいなので、あったかい部屋でやった方がもちろん汗かくし、デトックス効果もあって効果的かなとは思うんですけど、熱中症だったら元も子もないので、エアコンつけてやってもらって問題ないです。OK。次は、一回、両手でこうやって足掴みましょう。膝曲がってもいいです。できました？そしたらそこからゆっくり膝伸ばしましょう。背中とか膝の裏もも伸びてくると思います。しっかり足掴んだまま、ゆっくり膝伸ばす。きつい。なるべく前に倒れる。顔はね、おへそ覗き込むイメージ。前屈できない人向けにこうやって前屈するイメージ持たせるためにわざと膝曲げたままやってます。余裕があれば掴んだままゆっくり膝伸ばしましょう。呼吸は止めないようにしましょう。よし、OK。そしたら次は体育座りの状態で両手でももをこうやって抱えましょう。で、目はおへそを覗き込むイメージ。腰を丸めましょう。腰から背中、肩甲骨あたりにかけて伸びる感じがあると思います。しっかり太ももを抱えておへそを覗き込む。いまいち伸びない方はちょっと膝伸ばした状態で太ももを抱えておへそを覗き込むと腰、背中、肩甲骨あたり伸びると思います。なるべく目はおへそを覗き込みましょう。呼吸を止めないで。肩腰痛い方絶対無理しないでくださいね。よし、OK。